ゆっくり解説。悪党なのにかっこいい。昭和の男たちが憧れた粋な泥棒紳士たちが暗躍する映画ベスト10。ねえマリサ、泥棒って聞くと悪いイメージだけど、映画の泥棒ってなんだかかっこいい人が多くない？いいところに気がついたな。昭和の洋画劇場で愛された彼らは紳士と呼ばれ、暴力よりも知恵とテクニック、そして何より粋なスタイルを武器にしていたんだ。スーツを着こなして華麗に盗むルパン三世みたいな感じね。でも、手口を解説するってことは、もしかしてネタバレあり？おっと、その通りだ。今回は彼らの粋な手口や結末の美学を余すことなく語るために、ラストシーンや重要なトリックのネタバレをがっつり含んでいるぜ。初見の衝撃を大切にしたい人は注意してくれよな。結末を知っても楽しめるのが名作だものね。昭和の男たちが憧れたダンディな泥棒たちの手口、早速紹介してちょうだい。第10位。ペテン師と詐欺師。騙されてリビエラ。1988年。それじゃあ早速発表していくぜ。第10位は、昭和最後の年である1988年に公開されたコメディ映画の傑作、ペテン師と詐欺師騙されてリビエラだ。この映画は、粋な紳士とそやな小悪党という対照的な二人の詐欺師が、プライドと縄張りをかけて戦う物語なんだぜ。へえ、詐欺師同士が戦うなんて面白そう。でも、粋な紳士ってところが今回のテーマにぴったりね。どんな二人が出てくるの？英国紳士風の優雅な大物詐欺師ローレンスをマイケル・ケインが、アメリカから来たがさつな詐欺師フレディをスティーブ・マーティンが演じているんだ。南仏のリゾート地で鉢合わせた二人は、街に詐欺師は二人もいらないってことで、ある賭けをするのぜ。純朴そうな女性ジャネットから5万ドルを巻き上げた方が勝ち、というルールだ。なるほど、ターゲットをめぐる騙し合いってわけね。どんな手を使ってお金を奪おうとしたの？ここからが最高に笑える見せ場だぜ。特に有名なのが、車椅子のシーンだ。フレディが嘘の下半身不随でジャネットの同情を買おうとした時、ローレンスはその治療をする有名医師に変装して現れる。そして、足の感覚があるかテストすると言って、細いしなる棒でフレディの足を容赦なく叩きまくったんだぜ。うわぁ、それは痛そう。フレディは感覚がないふりをしなきゃいけないから、逃げるに逃げられないわね。その通りだぜ。必死に悲鳴を耐えるフレディと、涼しい顔で棒を振るうローレンスの攻防は爆笑必至だ。だが最後には、カモだと思っていたジャネットこそが伝説の詐欺師、ジャッカルだったことが判明する。二人は逆に全財産を騙し取られ、身ぐるみ剥がされるという、最高に粋などんでん返しで幕を閉じるんだ。第9位。大列車強盗。1979年。続いて第9位は、1979年公開の大列車強盗だ。この映画は、1855年のビクトリア朝時代のイギリスで実際に起きた世界初の列車強盗事件を元にした名作だぜ。実際の事件がモデルなの？それも19世紀のイギリスなんて、すごく雰囲気がありそうね。主演は誰なの？主演は初代ジェームズ・ボンドでおなじみのショーン・コネリーだ。彼が演じる怪盗ピアースは、表向きは富豪の紳士として振る舞う。まさに今回のテーマである粋な男の象徴みたいなキャラクターなんだぜ。ショーン・コネリーが紳士泥棒なんて似合いすぎるわ。でも、どうやって列車から金を盗むの？まさか力ずくで列車を止めるわけじゃないでしょ？もちろんだ。金塊が保管された金庫を開けるには、別々の人間が管理する4つの鍵が必要なんだ。そこで彼は相棒の鍵師と組んで、変装や色仕掛けを駆使して鍵の持ち主に近づき、こっそりと牢で鍵の型を取って複製していくんだぜ。へえ、完全な頭脳戦ね。暴力じゃなくて知恵とテクニックを使って鍵を盗み出すなんて、スマートで本当にかっこいいわ。だが、この映画の真骨頂はクライマックスのアクションにあるんだ。実は、走行中の列車の屋根を移動する超危険なシーンを、なんとショーン・コネリー本人がスタントマンなしで演じているんだぜ。梅煙にまみれながら屋根の上を走る姿は、CG じゃ絶対に出せない本物の迫力があるんだ。本人がやってるの？優雅な紳士がそこまで命がけのアクションをするなんて、そのギャップに痺れちゃうわね。
まさに伝説のスターだわ。第8位、ホットロック、1972年。第8位は、1972年公開のホットロックだ。主演はロバート・レッドフォード。彼が演じるドートマンダーは腕利きの泥棒なんだが、この映画はただかっこいいだけじゃなく、世界一ついてない泥棒チームの物語なんだぜ。レッドフォードなのについてないの？スマートに宝物を盗んでさよなら、じゃないのね。ああ、アフリカの大使から国宝のダイヤを盗んでほしいと依頼されるんだが、盗むたびに予期せぬハプニングが起きて、ダイヤが別の場所に移動しちゃうんだ。だから、博物館から盗み出した後は刑務所、次は警察署、最後は銀行の貸金庫と、同じダイヤを何度も何度も盗み直す羽目になるんだぜ。うわぁ、それは気の毒すぎるわ。一回成功させるだけでも大変なのに、刑務所や警察署まで狙うなんて無茶苦茶ね。その無茶苦茶さが最高なんだ。特に警察署への潜入シーンは伝説だぜ。ダイヤを取り戻すためだけに、なんとヘリコプターを使って警察署へ殴り込みをかけるんだ。泥棒が警察を襲うなんて、大胆すぎてハラハラするより笑っちゃうくらいだぜ。警察署にヘリで殴り込み。泥棒の常識を超えてるわね。でも、そんなドタバタ劇でも今回のテーマの粋な雰囲気はあるの？それが不思議とあるんだよ。前編を通して流れるクインシー・ジョーンズのジャズファンクな音楽が、都会的で最高にクールなんだ。レッドフォードがどんなに不運な目にあっても、この音楽と彼のルックスがあるだけで、すべてがおしゃれなエンターテインメントに変わっちまう。まさに昭和の映画ファンが愛した名作だぜ。第7位、ミニミニ大作戦、1969年。第7位は、1969年公開のイギリス映画、ミニミニ大作戦だぜ。主演は名優マイケル・ケイン。彼が着こなすスーツやサングラスのファッションも含めて、当時のスウィンギングロンドンと呼ばれた最高におしゃれなイギリスの空気が詰まった一作なのぜ。タイトルはなんだか可愛らしいけど、中身は本格的な泥棒映画なの？どんな作戦で大作戦を決行するのか気になるわ。舞台はイタリアのトリノだ。彼らは400万ドルの金塊を強奪する計画を立てるんだが、その手口が当時としては画期的だったんだ。なんと、市の交通管制センターのコンピューターをハッキングして信号機を自在に操り、街中を意図的に大渋滞させてパトカーが現場に近づけないようにしちまうんだぜ。1969年にコンピューターハッキング。すごい先見の明ね。でも、渋滞させたら自分たちも逃げられないんじゃない？そこで登場するのが、この映画の真の主役、イギリスの小型車、ミニクーパーだ。赤白青のユニオンジャックカラーに塗られた3台のミニなら、どんな狭い道でもへっちゃらだ。階段をガタガタ駆け下りたり、建物の屋上をジャンプして渡ったり、さらには地下水道の中を猛スピードで疾走したりするんだ。これらすべてを CG なしの実写スタントでやってるんだから圧巻だぜ。可愛い車がそんな激しいアクションをするなんて、小さな車体を活かした逃走劇なんて、まさに粋な演出ね。最後は無事に逃げ切れるの？それが映画史に残る伝説のラストなんだ。逃走用のバスがスリップして、断崖絶壁から車体の半分が飛び出しちまう。前に行けば助かるが後ろにある金塊は落ちる。金塊を取ろうと動けばバスごと谷底へ真っ逆さま。という、文字通りのクリフハンガー、崖っぷち状態で映画が終わるんだぜ。第6位、泥棒成金、1955年。第6位は、1955年公開、サスペンスの神様アルフレッド・ヒッチコック監督の泥棒成金だ。主演はケイリー・グラント。彼が演じるジョン・ロビーは、かつてキャットと呼ばれた伝説の怪盗なんだが、この映画こそが泥棒紳士というイメージの頂点にして原点だと言っても過言じゃないぜ。ヒッチコックっていうと怖い映画のイメージがあるけど、これは違うの？タイトルからして、なんだか優雅な感じがするわね。ああ、怖さよりもロマンスとスリルが中心だぜ。舞台は南仏の高級リゾート地、リビエラ。宝石泥棒が多発して、引退して静かに暮らしていたジョンに疑いがかかるんだ。そこで彼は、身の潔白を証明するために、神出鬼没の模倣犯を自らの手で捕まえようと動き出す。
警察から逃げながら真犯人を追う、スリリングな展開なのぜ。元泥棒が泥棒を捕まえるなんて燃える展開ね。しかも南仏のリゾート地だなんて、画面もすごく綺麗そう。その映像美こそがこの映画の最大の魅力だ。ヒロインは、後にモナコ王妃となる絶世の美女グレイス・ケリーだぜ。彼女の洗練されたファッションや、鮮やかなカラー映像で捉えられた南仏の風景は圧倒的で、アカデミー撮影賞を受賞しているほどだ。二人がオープンカーでドライブするシーンなんて、ため息が出るほど美しいぜ。美男美女に美しい景色、まさに眼福ってやつね。でも、泥棒映画らしいハラハラするシーンはあるの？もちろんあるぜ。ジョンが警察の追跡をかわしたり、犯人を追ったりするときに見せる、屋根の上を軽やかに移動するアクションは、キャットの名の通りだ。そして忘れちゃいけないのが、夜空に花火が打ち上がる中、ホテルの部屋で二人がキスをするシーンだ。映画史に残るロマンチックな名場面として語り継がれているんだぜ。第5位、おしゃれ泥棒、1966年。折り返しとなる第5位は、1966年公開のおしゃれ泥棒だ。タイトルが全てを物語っている通り、映画史上最も洗練された、世界一おしゃれな泥棒映画だと言えるぜ。おしゃれ泥棒だなんて、素敵な響きね。主演は確か、オードリー・ヘプバーンよね。彼女が出ているだけで画面が華やかになりそうだわ。その通りだ。彼女の衣装はユベールド・ジバンシーが担当していて、パリの街並みを歩く姿はまるでファッション誌から抜け出したようだぜ。相手役の名優ピーター・オプールも負けじとかっこよくて、この二人が画面に並ぶだけで粋そのものなんだ。美男美女のカップルね。でも、そんな二人がどうして泥棒なんかすることになったの？まさかお金に困って？いや、動機もユニークなんだ。オードリー演じるニコルの父親は、実は贋作画家でね。美術館に貸し出したヴィーナス像が偽物だとバレるのを防ぐため、鑑定前に盗み出そうとするんだ。そこで彼女は、自宅に忍び込んできた探偵の指紋を泥棒だと勘違いして、協力を依頼するんだぜ。探偵を泥棒と間違えちゃったの？まるでコントみたいな始まり方ね。でも、美術館から盗むなんて大変そうでしょ？ああ。像は最新鋭のセンサーで守られていた。だが指紋は、ブーメランを使ってこれを攻略するんだ。物陰から投げてわざと何度も警報を鳴らし、警備員たちに機械の故障だと信じ込ませて、とうとう電源を切らせてしまう。警備員の心理を逆手に取った、見事な頭脳プレイだぜ。なるほど、狼少年みたいな心理作戦ね。暴力を使わずにスマートに盗み出すなんて、まさにこの映画のタイトル通りだわ。第4位、オーシャンと11人の仲間、1960年。第4位は、1960年公開のオーシャンと11人の仲間だ。ジョージ・クルーニー主演のリメイク版オーシャンズイレブンも有名だが、こっちが正真正銘の元祖だぜ。主演はザ・ボイスことフランク・シナトラだ。シナトラ、伝説の大スターじゃない。リメイク版も豪華キャストだったけど、元祖も負けてないわね。どんな仲間が集まったの？そこが一番の魅力だぜ。シナトラを中心に、ディーン・マーティンやサミー・デイビス・ジュニアといった、当時ハリウッドでラットパック、悪ガキ集団と呼ばれてつるんでいたスターたちが総出演しているんだ。映画の中でも彼らの仲の良さや、余裕たっぷりの大人の色気がそのまま滲み出ているぜ。プライベートの遊び仲間がそのまま映画に出てるなんて、すごく楽しそう。で、その悪ガキたちは何を盗み出すの？狙うはラスベガスの5大カジノだ。しかも、客が一番多い大晦日の夜に、5店舗を一斉に襲撃するという壮大な計画だぜ。彼らは送電塔を爆破してラスベガス中を大停電させ、闇に紛れて金庫を開け、現生をゴミ収集車で運び出すんだ。街ごと停電させるなんてスケールが違うわね。大晦日のラスベガスを暗闇にするなんて、まさに映画ならではの大作戦だわ。で、作戦は成功したの？盗み出すこと自体には成功するんだ。だが、ここからがこの映画の最高に粋で皮肉な結末だぜ。彼らは盗んだ現生を、亡くなった仲間の棺桶の中に隠して持ち出そうとするんだが、手違いで、その棺桶ごと火葬場で燃やされてしまうんだ。
せっかく盗んだ大金が全部灰になっちゃったの？なんてこと。ああ。結局、彼らは一銭も手に入れられずに終わる。でもラストシーン、燃えゆく金を背に、男たちが何も言わずに並んで歩き去っていく姿が最高にクールなんだ。金は失っても、スタイルは失わないと言わんばかりのニヒルな美学。これぞ昭和の男たちが憧れたダンディズムの極みだぜ。第3位、黄金の7人、1965年。いよいよトップ3だぜ。第3位は、1965年公開のイタリア映画、黄金の7人だ。昭和の日曜洋画劇場で何度も繰り返し放送された、おしゃれな泥棒映画の金字塔だぜ。黄金の7人なんて、タイトルからしてゴージャスね。どんな映画なの？まず音楽が伝説的なんだ。アルマンド・トロバヨーリ作曲のダバダバっていうスキャットが入ったテーマ曲。レイムも絶対聞いたことあるはずだぜ。この曲が流れるだけで、映画全体が最高におしゃれでウキウキする雰囲気に包まれるんだ。あ、そのメロディ知ってるかも。昔のバラエティ番組や CM でよく流れてた気がするわ。中身もそんなに楽しいの？ああ。教授と呼ばれる天才が、6人の多国籍なスペシャリストと謎の美女ジョルジャを率いて、スイス銀行の金庫から7トンもの金塊を盗み出すんだ。彼らは銀行の向かいのホテルから地下トンネルを掘って侵入するんだが、盗んだ金塊の運び出し方が秀逸なんだぜ。7トンもの金塊なんて重すぎてこっそり運べないでしょ？どうやったの？彼らは盗んだ金塊を一度溶かして、別の形に鋳造し直したんだ。真鍮に見せかけた鎖や部品に変えることで、工事現場のトラックに乗せて堂々と持ち出すことに成功したんだぜ。誰にも怪しまれずに運び出す、まさに知能犯のトリックだ。すごい、金塊を別のものに変えちゃうなんて発想が粋ね。でも、その美女ジョルジャって人は何をしてたの？彼女こそがこの映画の鍵を握るファム・ファタール、運命の女だ。セクシーな魅力で教授たちを翻弄し、何度も裏切りやどんでん返しを繰り返すんだ。金塊の行方が最後まで2点3点するコミカルなオチまで含めて、音楽とともにジェットコースターみたいに楽しめる名作だぜ。第2位、華麗なる賭け、1968年。第2位は、1968年公開の華麗なる賭けだ。主演は、キングオブクールことスティーブ・マックイーン。彼が演じるトーマス・クラウンは、大成功を収めた実業家でありながら、退屈しのぎのゲームとして銀行強盗を指揮する男なんだぜ。大富豪が銀行強盗？お金になんて困ってないでしょうに、どうしてそんな危険なことをするの？それが彼の美学なんだ。金のためじゃなく、完璧な計画を遂行するスリルのためだけに犯行に及ぶ。まさに究極のダンディズムだぜ。そんな彼を追うのが、フェイ・ダナウェイ演じる保険調査員のビッキーだ。彼女はクラウンが犯人だと直感して近づくんだが、二人は互いに腹を探り合ううちに、危険な恋に落ちていくんだ。追う側と追われる側の禁断の恋ね。大人の駆け引きって感じでドキドキしちゃうわ。特に有名なのが、二人が無言でチェスを打つシーンだ。言葉なんて交わさなくても、視線と指先の動きだけで強烈な愛の駆け引きが表現されている。映画史に残るセクシーな名シーンとして語り継がれているぜ。それに、アカデミー賞を受賞した主題歌、風のささやきも最高だ。グライダーに乗って空を飛ぶシーンで流れるこの曲は、男の孤独を見事に表しているんだ。音楽もおしゃれなのね。でも、最後は捕まっちゃうの？それとも逃げ切るの？そこでクラウンは最後に彼女に対してもう一度強盗をするという賭けに出るんだ。警察とビッキーが包囲する中、彼はどう動くのか。ラストシーンで見せる彼の決断は、金よりも自由とスタイルを愛した男の生き様そのもので、鳥肌が立つほど粋な幕切れなんだぜ。第1位、スティング、1973年。さあ、栄えある第1位は、1973年公開のスティングだ。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォード、2大スターが共演した、コンゲーム、信用詐欺映画の最高傑作だぜ。この二人の並びを見るだけでワクワクするわね。スティングって、とどめの一撃って意味だっけ？どんな相手を騙すの？
舞台は1936年のシカゴ。師匠を殺された若き詐欺師フッカーと、伝説のバクト・ゴンドルフが手を組み、親友の仇である巨大ギャングのボス、ロネガンに復讐するんだ。だが、彼らは拳銃なんて野暮なものは使わない。使うのは完璧な嘘だけだ。暴力組織相手に嘘だけで戦うの？命知らずすぎるわ。具体的にどうやって騙したの？彼らはハイビルを一棟借り切って、なんと架空の場外馬券売り場をセットごと作り上げたんだ。そこに大量のエキストラを雇って桜を演じさせ、ロネガンを誘い込んで絶対に勝てる賭けがあると信じ込ませる。映画制作さながらの壮大な騙しのテクニックだぜ。ビル一つ分のセットとエキストラ。規模が大きすぎて想像を超えてるわ。でも、仲間同士の連携が難しそうね。そこで登場するのが、映画史に残る有名な合図だ。彼らは言葉を交わさず、人差し指で鼻の横をこする仕草だけで、準備完了、作戦通りだっていう意思疎通をするんだ。これが信頼と絆の証であり、最高にクールなんだぜ。そして前編を彩るスコット・ジョプリンのピアノ曲、エンターテイナーの軽快なリズムに乗せて、最後は観客さえも騙される鮮やかな大どんでん返しが決まるんだ。鼻をこする合図、真似したくなっちゃうわね。暴力じゃなく知恵で巨大な悪を倒す。まさに今回のテーマ、粋な泥棒紳士の頂点にふさわしい名作だわ。総評またはまとめ。というわけで、悪党なのにかっこいい粋な泥棒紳士映画ベスト10を紹介してきたが、どうだった？どの大泥棒も魅力的だったわ。お金のために盗むというより、スリルを楽しんだり、権力に立ち向かったりする美学みたいなものを感じたわね。それに、暴力を使わずに鮮やかに騙す手口は、見ていてスカッとしたわ。そうだな。昭和の男たちが憧れたのは、彼らの金持ちぶりじゃなく、どんなピンチでもユーモアとスタイルを忘れないその生き様だったのかもしれないぜ。みんなのお気に入りの泥棒映画や、真似したくなったシーンがあったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。鼻をこする合図の練習をして待ってるわ。このチャンネルでは、これからも懐かしい昭和の名作映画やドラマを深掘りしていくから、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いね。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ここまで見てくれてありがとうなのぜ。